5分でわかる水彩画。今日はこちらの絵を描きますよ。よろしければね、評価とチャンネル登録をお願いします。はい、描いてみましょうね。今日はね、カリフラワーですよ。じゃあざっとね、配置を決めましょう。こんな感じです。ね、カリフラワー。ね、こうやって白いポコポコした形がたくさん寄せ集まってるんですよね。後ろには暗い瓶を描きたいと思います。では、ね、塗りますよ。カリフラワー白いから基本的には紙の白を残して描くということになります。ではジョン・ブリアントイエローで少しね、こう弱い日向のとこを塗り始めます。こうですね。そして薄紫のような色を作って、またこう、ちょっと色を重ねてくると、ほら、立体に見えてきたでしょ？ねえ。で、分かったので、同じ色をもっと暗くして、日陰のとこね、もう大きな塊として塗ってしまいましょう。そしてウェットイウェットでブルーの色を加えてあげます。ここは茎の部分ですね。はい。これはコバルトグリーンと、そしてイエローやイエローオーカーを塗ります。こうですよね。そしてそれを日陰の方に加えて一体化させましょう。さあ、ここにはね、切り口がありますよ。さらに暗い冷たい色で、このね、カリフラワーの茎の部分の細かい枝分かれを描きます。では、そのカリフラワーが床に映ってるっていうことでね、同じ色を床に塗ります。こちらには切り離した小さいカリフラワーがあります。これも立体的にしましょうね。各考え方と手順は先ほどと同じです。どうでしょう。ねえ。いつも何気なくね、本当に食卓に上ってしまう、こういう野菜もよく観察してみると、とっても面白いんですね。色や形が。ね。本当に発見があります。ぜひあなたもね、こう身近にある野菜ね、挑戦してみましょう。さあ、どうでしょうか。枝分かれしながら、そのカリフラワーのね、茎の部分が立体的に見えてきました。今度はね、もう少し細部を具体的に書き込んでみたいと思います。こう、カリフラワーのね、大きなこうポコポコした形だけじゃなくて、その中にまた小さいつぶつぶのポコポコがあるんだよね。ここら辺、こう、どう書くかっていうのはね、悩みの深いところです。さあ、今一気に後ろを暗くしましたよ。こうするとね、紙の白そのものがカリフラワーの日向の形となって、表現できてきますね。そしたらほら、小さいポコポコね、ちょっとこんな風に。で、後ろを暗くするという意味でね、ちょっと柴崎思いつきで、こんな大きなね、ボトルを描いてます。さあ、床のとこも同じように暗くしてあげると、カリフラワーがぐっと浮き出てきますね。こうです。後ろのボトルはね、とりあえずの存在ですので、あまりリアリズムで描かないにします。問題はこのカリフラワーですよね。さあ、弱い日向のとこの小さい凹凸を描いてあげて、こういうとこですね。さあ、こんなところのね、枝分かれした部分とか、気づいた細かいとこを少しずつこうね、
微調整していきましょう。日陰の方はもう少しずつ色を重ねて立体感を強調したいと思います。ほら、ね。ここら辺ももう一色こうかけていこうかな。かけながら、このね、小さい凹凸をこう表現してあげます。だいぶこう色が重なって、ねえ、立体感強まったでしょ？さあ、ねえ、後ろをこうやって、少し整えてあげて、カリフラワーを少し触ってね、どうだろうか。見えてきたかな？はい。ね、出来上がりです。はい、書き上がりました。ね、カリフラワーです。面白いですね、形がね。もう、大きなこうね、白い塊なんですけども、実は、その大きな塊が同じように小さな塊で実は出来上がってるんですよね。だから形の繰り返しですね。だから、こう、全体の立体を描くことも大事だけども、一つ一つの立体を大きな立体の中でどこにあるかって書き分けなきゃいけないんですね。強い日向の方にあるのか、弱い日向のあたりにあるのか、日陰のあたりにあるのかっていうことですね。だから書いてみるとね、とっても面白いんですよ。ね。しかも、今回このカリフラワーは、基本的には白っぽい色ですので、紙の白を残して、しかもその形を表すために、後ろを思いっきり暗く塗るというね、もう水彩画の基本の表現が要求されるわけです。そんないろいろな意味でね、カリフラワー、どうでしょう？あなたも描いてみませんか？すごくお勉強になるし、楽しいですよ。で、すぐね、すぐ食卓に登る、ね、食材であるんですけども、食べる前にね、ちょっと絵を描く目で観察してみると、思わぬ発見が多いと思います。はい。ということでね、今回はカリフラワーを描きました。最後までね、長い時間ご覧くださってありがとうございました。また次回、違う画材、違う題材でね、あなたとお会いしたいと思います。はい。それでは、またね。はい。ありがとう。